いらっしゃいませ。どうぞ。株式会社ヒオリスの代表をします藤田と申します。今日はここスタジオ玉星の施設紹介をしたいと思います。玉星はですね、岐阜県美濃市のうだつの町並みにございます。約700坪の面積を有しておりまして、お隣、郡上八幡城というお城がございますが、そこの城主、遠藤家、青山家、金森家、本陣で使われていた、お屋敷でございます。改築からすでに350年ほど経っております。またですね、こちら美濃市のうだつながる町並みは伝統建築物保存地区といいまして、町並みの景観がですね、非常に当時の城下町の趣が残った町並みづくりになっております。特に和装関係ですとか、そういった撮影をされる時には、館内でのロケーションの撮影、館内で城掘りの撮影、またお庭での撮影、そして街並みに出ていただいて街並みでの撮影、こういったコンパクトにですね、街と玉星のスタジオ玉星のですね、コンパクトな街ごとスタジオ的に使っていただける、そんなところが見どころかなと思います。ようこそスタジオ玉星へお越しくださいましてありがとうございます。こちらエントランスになります。玉星の名前の由来なんですが、ここ玉星がですね350年、改築から今歴史を刻んでまいりました。その中で、造り酒屋の時代があったり質屋の時代がありました。その時々にですね、この玉星という屋号がすでに使われていました。当時は漢字で、玉星と書かれていたんですが、それを改めて復興させようというところで、我々スタジオ玉星という名前を付けております。ここがですね、エントランスのアプローチの部分ですね。今日ちょっと雨天でちょっとしっとりした景観になっておりますが、ここのですね縁側のガラスがすべて開きます。ここでの撮影もしていただけます。特にここはですね、非常に距離を取ることができますので、望遠鏡のレンズでもですね、例えば 85mm、135mm あたりでもですね、非常にいい絵が撮れます。はい、じゃあこちら玉星の玄関になります。当時からですね、こういう灯籠がある景観を使って撮影をしていただいたりとかですね、またこちらも裏庭に抜けていただける扉なんかもあります。今ちょっと足場がありますが、奥にはですね、推定樹齢600年と言われるクスノキが堂々たる姿を見せております。はい、玄関入っていただきますと、このような空間になっております。当時からこのしつらいは変わっておりませんで、入っていただきますと、こちらに和室、この奥に白彫りのスタジオ、またこの2階に明治のですね洋館の客間がございます。例えば玄関をロケーションにした撮影なんかもしていただけるような当時のこの趣をですねぜひ使って撮影をしていただければなと思います。はい、ではこちらですね、和室の、スタジオになります。奥がですね、江戸からそのまま現存している、書院造りの、和室になります。ここ上がっていただきますと、当時、ここは袴付きと呼ばれる、スペースでございます。お殿様が、中に入られて、ここで袴を取られて、で奥に上がられたというところで、床の間付きの、4畳ですねの、お部屋がまずエントランスございます。エントランスにはですね、ここ、美濃の手すき和紙職人さん
千田さんというんですが、にこのアート作品を作っていただいた、ものが床の間に飾ってあります。はい、非常に、画面越しではちょっと分かりにくいかもしれませんが 3D アートになっておりまして、ぜひここの現地でご覧いただければと思います。はい、ここが、和室の、スタジオになります。天井、欄間、こちらがですね屋久杉の、材を使っております。今日は少し、外の天気が、曇っているので、非常にこうコントラストの薄い室内になっているかと思います。晴れるとですね非常に、朝夕、光が入ってきて非常にいいこう和室らしいですねこうシャドウが効きながらも柔らかい光の、撮影がこちらでしていただけます。でまた、この障子ですね、は、美濃の手すき和紙職人さんにすいていただいた和紙を使用しています。こういった、ランプシェードもですね当時のものを、使って、現代のですねこういった、コードをつけて、再利用しています。またこういったですね調度品も、当時からあるものを、そのまま、クリーニングをして使っております。こういったところで婚礼の撮影ですとか、成人式の前撮りだったりとか、アパレル関係の、商品撮影だったりとか、そういったところで、お使いいただけるかなと思います。はい。またですね、ここ、お茶室としても、使っていただけまして、こちらには、炉を切っておりまして、お茶事なんかも、こちらでしていただけます。特に、有名なお茶室なんかは、撮影ができないケースもあります。私も少しお茶をしますが、そういったお茶をする姿を撮影したりとかですね、ここでゆっくり、撮影をしていただけるような、しつらいをしております。はい、はい、ではここがですね、庭に続く縁側になります。今日少し、天気がですね、曇天なのであんまり光は入ってませんが、ここに、樹齢約600年のですね、クスノキが、見えていたり非常に抜けのいい、庭になっておりますので、灯籠を使っていただくとか、木に寄り添っていただくとか、いろんな、シチュエーションの撮影をお楽しみいただけるかなと思います。またこちら、このお屋敷がですね、郡上八幡の、郡上八幡城主の本陣だった、お屋敷でございます。お庭にはですねその当時の、郡上のお大臣の金森家から、受け継がれたと言われてますが、手水屋に使われている、こう水亀ですね川を渡る橋の、足に使われていた、ものを、当時金森家から、譲り受けたと、そういったものも、撮影に使っていただけますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。はい、今こちらですね、廊下になります。今、この YouTube、28mm の、単焦点のレンズで撮影しています。この抜けの良さ、伝わりますでしょうか。ちょっとずっと近寄ってみます。この廊下での撮影 200mm で、撮影をしたり、この天井というかの反射を使って撮影していただいたり、そんなこれぐらいの距離が、稼ぐことができます。はい、玄関に戻ってきました。こちら先ほど、和室に続いていた、方向です。今度逆にご案内したいと思います。こちらがですね今後、ギャラリースペースですとか物販のスペースを、予定している場所です。こちら、当時からある天窓があります。なかなか撮影で使うっていうのは難しいんですが、こう文化財としてのですね非常に価値の高い、建築構造、ぜひ玉星にお越しの際はご覧いただければなと思います。
で、こちらにはですね、当時このお家が神道だったこともあり、こういった祭壇がございます。こういったものも当時からのですね、日本建築の良さとしてぜひご覧いただければなと思います。はい、では次行きましょう。ここもですね、美濃の手すき和紙でしつらえをしています。少し、先ほどの和室とは、紙の種類が違ってですね、原料の楮の塵が入った、紙で、晴れていると向こうから光が逆光で差し込んできます。非常にいい質感というか出ますので、この前で撮影をしていただく、そういったことも可能ですので、ぜひご利用の際はまた見てみてください。こちら、先ほど向こうが、入り口のアプローチの、縁側でございました。ここもですね、非常にこのガラス越しに拡散された光がですね、入ってくる、いい撮影スポットです。オープンからですね、非常にお祝いのお花をいただきまして、少し胡蝶蘭が今並んでおりますが、ご予約いただいた際は、こちら、全て片付けさせていただいて、ここは撮影のロケーションとして使っていただきます。こういったライトも、当時から、このお屋敷にあるものを、使っております。ぜひですね、撮影の時に少し、演出で使ってみたりされるのもいいかもしれません。こちらメイクルームになっています。メイクルームですね、ビューティーミラー、2台置いておりまして、広さ的には、8畳ほどございます。ここでお着物の、着付けですとか、衣装のですね、着付けなんかを、ここでしていただけます。冷房、暖房、冷蔵庫を完備しておりますので、ご利用の際はですね、自由にお使いいただければなと思います。